ソニックのライバルにして、シリーズ中でも屈指の知名度を誇る人気キャラクター、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。黒い体に赤いラインが特徴的な、ソニック界のダークヒーロー的存在だぜ。見た目から中身に至るまで、その存在全てがかっこいい超魅力的なキャラクターですよね。ところで、そんなシャドウが主人公を務めたゲームがあるのはご存知でしょうか。その名も、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。シャドウの本名を冠したこのゲームは、ソニックシリーズ初のマルチエンディングシステムが採用された、非常にチャレンジングな作品でした。さらに今作はスピンオフ作品でありながら、シャドウ誕生の秘密という、ソニックシリーズにおける超重要な要素も明らかになります。ということで今回は、そんなシャドウ・ザ・ヘッジホッグの基礎情報やストーリー、また私が考える今作の魅力などを、たっぷりお伝えしたいと思います。このゲームのことを知らないと、シャドウのことを半分も理解できない。それくらい重要なゲームだから、ぜひこの動画で詳しくなっていってほしいぜ。ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは早速行ってみよう。シャドウ・ザ・ヘッジホッグは、2005年に発売された、ソニックシリーズのスピンオフ作品です。ですが開発は本編作品と同じくソニックチームが担当し、対応機種は PS2、ゲームキューブ、Xbox と、マルチに展開されていました。ちなみに2013年からは、PS3 でも配信されています。今作の主人公は、ソニックのライバルである、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。シャドウは2001年発売のソニックアドベンチャー2で初登場しましたが、ラスボスとの戦闘で力を使い果たし、そのまま行方不明になってしまいます。その後、2003年発売のソニックヒーローズという作品で再登場しましたが、その際シャドウは、過去の記憶を全て失っていました。そんなシャドウが自らの記憶を追い求め、さらにはその出生の秘密にも迫っていくというのが、今回紹介するシャドウ・ザ・ヘッジホッグのストーリーになります。ちなみにこのゲーム、名前がシャドウの本名と被っていてややこしいから、通称シャドゲと呼ばれているぜ。混乱を避けるために、ここからはこの動画でもシャドゲと呼んでいきますね。シャドゲの物語は、ある日宇宙から謎の軍団、ブラックアームズが攻め込んでくるところから始まります。そしてシャドウの前に、ブラックアームズの首領、ブラックブームが出現。ブラックブームはシャドウに、7つのカオスエメラルドを我が元へ集めろ、と命令してきました。シャドウは自分を知る者の出現に戸惑いながらも、失われた記憶を求めて、カオスエメラルドを探す冒険へと出発します。今作は普段のソニックシリーズとは異なる、ダークな世界観が特徴の作品です。出てくるステージは暗い雰囲気のものが多く、各地にブラックアームズと人類との激しい戦闘の痕跡が残っています。BGM についても、いつもの爽やかな曲調は鳴りを潜めており、激しいロック調の曲が多くなっていますね。また今作は、ソニックシリーズで唯一の、マルチエンディングシステムが採用された作品です。プレイヤーの選択次第で、ゲームのストーリーが大きく変わっていくんですね。ストーリーの分岐点は、各ステージに出てくる複数のミッションのうち、どのミッションをクリアするか。今作のステージには、ヒーローミッション、ダークミッション、ノーマルミッションという複数のミッションが登場し、この中のどれをクリアするかで、その後の物語が決まっていくんです。基本的にヒーローミッションの内容は、ソニックたちと協力してブラックアームズに立ち向かうものが多く、逆にダークミッションでは、ブラックアームズに協力して世界征服を目指していきます。そしてノーマルミッションでは、シャドウがどちらの勢力にも属さず、独自の道を歩んでいくというイメージですね。ちなみに今作には、エンディング曲も複数存在します。どの曲もめちゃくちゃかっこいいから、ぜひ全部の曲を聴いてみてほしいぜ。またストーリー以外に、今作ではステージ中の行動次第で、使えるアクションも変わってきます。今作にはヒーローゲージとダークゲージというものがあり、例えばブラックアームズたちを倒すとヒーローゲージが、逆に人間たちを倒すとダークゲージが溜まっていきます。そして各ゲージがマックスになると、それぞれ特別なアクションを発動することができるんですね。ヒーローゲージが溜まった場合は、ステージを超高速で駆け抜ける、カオスコントロール。ダークゲージが溜まった場合は、周囲にあるもの全てを蹴散らす、カオスブラストが使えるようになるぜ。カオスコントロールはソニアド2などでも出てきましたが、カオスブラストの方は今作初登場。今作から、シャドウがカオスコントロール以外にも色々な技を使えるようになったんですね。またこの他にも、今作にはこれまでソニックシリーズでは出てこなかったアクションが色々登場します。例えば、乗り物アクション。今作ではシャドウが、色々な乗り物を扱うことができます。例えば車やバイクなどのほか、敵のモンスターに乗ることなんかもありますね。さらに今作のシャドウは、敵の武器を奪って使うこともできます。拳銃や剣、バズーカなど、基本的にどんな武器でも軽々と使いこなしちゃいますね。実はこのシャドゲは、ソニック ×FPS というコンセプトから生み出されたゲームなんです。当時アメリカで FPS などのシューティングアクションが流行っていたため、それとソニックを組み合わせられないかというところから、企画が立ち上がったそうですね。そしてソニックは銃を使うキャラではないですが、シャドウであれば銃を使っても違和感がないだろうということで、シャドウが主役の座を射止めたとのことです。確かにステージに落ちてる武器を拾ったり、倒した敵の武器を奪ったりできるシステムは、FPS と通ずるところがあるな。ちなみにこれらのアクションは、後の作品でも採用されていきます。例えば2006年に発売したソニック・ザ・ヘッジホッグ、通称新ソニと呼ばれる作品でも、シャドウは乗り物に乗ったり武器を使えるキャラクターになっていました。カオス〇〇系のアクションも、
引き続き実装されてたぜ。初登場時はソニックとほぼ同じ性能だったシャドウですが、このシャドゲをきっかけに、ソニックとは違う独自のアクション性を確立していったんですね。それでは続いて、今作のストーリーを詳しく紹介していこうと思います。ここから先はゲームのネタバレを含むから注意だぜ。今作はマルチエンディングなので、プレイヤーの選択によって色々な物語が展開されます。そのため今回は、すべてのステージでダークミッションを進めた場合のストーリーと、逆に全部でヒーローミッションを進めた場合のストーリー。そして、最後のラストストーリーの展開をご紹介したいと思います。また今回も例によって、私の脚色が一部含まれますので、その点だけご了承ください。まずは、すべてのステージでダークミッションを進めた場合のストーリーです。50年に一度、ソニックたちの星に近づいてくる彗星、ブラック彗星。今作の物語は、そんなブラック彗星の接近が間近に迫った、とある夕暮れ時から始まります。ソニックと二つの黒いハリネズミ、シャドウ・ザ・ヘッジホッグは、町外れの小高い丘で佇んでいました。自分は一体何者なのか、過去に一体何があったのか。この時のシャドウには、自分の名前と、過去の出来事と思われる謎の映像しか、記憶がありませんでした。そしてその映像の中には、決まって金髪の少女が現れます。マリア。過去の映像の中で、自分は彼女のことをそう呼んでいましたが、その名前にも心当たりはありません。一向に戻らない記憶に苛立ちを覚えるシャドウでしたが、その時突然、空を不気味な黒い雲が覆います。そしてその雲の中から、異様のモンスター軍団、ブラックアームズが出現。街はたちまち大パニックに陥ります。その様子を郊外から眺めていたシャドウは、自分には関係ないことだと、その場を立ち去ろうとしました。しかし次の瞬間、シャドウの前に謎の人物、ブラックドゥームの映像が浮かび上がります。そしてブラックドゥームは、シャドウにこう語りかけました。シャドウ、間もなく約束の時が訪れ、一刻も早く我のもとに、すべてのカオスエメラルドを集めるのだ。目の前の人物は、自分のことを知っている。シャドウはもっと話を聞き出そうとしましたが、ブラックドゥームはすぐに消えてしまいました。シャドウは失った記憶を取り戻すべく、カオスエメラルドを探すことにします。シャドウがまず向かったのは、今まさにブラックアームズの襲撃を受けている、ウエストポリスという町。そこでカオスエメラルドを探すシャドウでしたが、その時ブラックドゥームからある命令を受けました。我々に歯向かう軍隊どもを始末せよ。シャドウは人間たちの動向には興味がありませんでしたが、記憶の手がかりを得るためにはブラックドゥームに従った方がいいだろうと考え、軍隊を壊滅させました。そしてその結果シャドウは、今回の事件に関与した重要容疑者として、軍に追われる身となってしまいます。しかしシャドウにとっては、自分の記憶を取り戻すことが全て。シャドウは引き続きブラックドゥームに従い、今度は政府のメインコンピューターに侵入します。そしてコンピューターのコアを破壊し、人間たちの情報網に大きな打撃を与えました。コンピューターの中から戻ったシャドウは、ドクター・エッグマンの姿を目撃します。エッグマンなら、ブラックアームズや自分の記憶のことについて何か知っているかもしれない。そう思ったシャドウは、エッグマンの後を追いかけます。エッグマンの元にたどり着いたシャドウは、そこでカオスエメラルドを見つけました。エッグマンにカオスエメラルドを譲ってくれるよう頼むシャドウでしたが、エッグマンはその頼みを拒絶し、シャドウに襲いかかってきます。シャドウは仕方なく、エッグマンを打ち倒しました。その後、ブラックドゥームの元に戻ったシャドウは、ブラックドゥームから自分の記憶の手がかりを聞き出します。お前の失った記憶は、人類への復讐に満ちた記憶だ。思い出せ、人類への恨みを。シャドウの脳裏に、だんだんと過去の記憶が蘇り始めます。自分たちの家に攻め込んできた人間たち。逃げ惑う自分と少女。そしてその少女は、自分の目の前で、人間に撃たれてしまいます。シャドウの心の中に、人間に対しての恨み、憎しみが、ふつふつと湧き上がってきます。そしてそのままシャドウは、ブラックドゥームたちが仕掛けた爆弾を起動。セントラルシティという街に、壊滅的な被害を与えます。ここまで来たら、もう後戻りはできない。シャドウたちが続いて訪れたのは、宇宙に浮かぶスペースコロニー、アーク。アークに搭載されているエクリプスキャノンという砲台を起動し、人類に絶望を与えよ。ブラックドゥームの命令に従い、シャドウはエクリプスキャノンの元へ向かいます。そして全ての防衛設備を突破し、エクリプスキャノンを起動。その後ブラックドゥームは、人類に対して勝利宣言をします。これよりこの星は、我がブラックアームズが支配する。まず手始めに、無能な指導者には消えてもらおう。ブラックドゥームは、起動したばかりのエクリプスキャノンを使い、大統領官邸を跡形もなく消し去りました。もはや勝利は目前。シャドウはブラックアームズの軍勢を率い、最後のカオスエメラルドが保管されている軍の施設に攻め込みます。この時のシャドウには、過去の記憶がほとんど戻っており、自分の生みの親であるプロフェッサージェラルドのことも思い出していました。そして、ジェラルドから託されたある使命のことも。シャドウ、頼んだぞ。わかっているさ、プロフェッサー。僕は人類を罰するために生まれた究極生命体。もう、僕に迷いはない。もはやシャドウの目的は、自分の記憶を取り戻すことではなく、
醜い人類を滅亡させることへと変わっていました。そのままシャドウは、軍の設備を制圧し、最後に待ち構えていたソニックたちも打ち倒します。そして最後のカオスエメラルドを手に入れ、自分の存在意義を高々と宣言するのです。僕の名は、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。愚かな人類を裁くために生まれた天よりの使者。この奇跡の力で、醜い世界を滅亡へと導く。そう、それが僕の答え。続いては、すべてのステージでヒーローミッションをこなした場合のストーリーをご紹介します。こちらの場合でも、物語の始まりは同じです。突如シャドウの前に現れた、自分の過去を知る者、ブラックドゥーム。ブラックドゥームの言葉を聞いたシャドウは、自らの記憶を取り戻すべく、カオスエメラルドを集め始めます。最初に訪れたのは、ブラックアームズの攻撃を受けている、ウエストポリスという町。そこでカオスエメラルドを探すシャドウでしたが、ブラックアームズの軍勢がシャドウの邪魔をしてきます。ブラックドゥームはシャドウのことを知っていましたが、どうやら末端の兵士たちは、シャドウのことを認識していないようです。シャドウは邪魔者であるブラックアームズを壊滅させ、カオスエメラルドを見つけ出しました。するとシャドウの元に、以前一緒に戦ったことのある、ソニックが現れます。助かったぜ、シャドウ。別に君を助けたつもりはない。まあ、そう固いこと言うなって。そんなやりとりをする二人の前に、ブラックドゥームの使いが現れ、三つ目のエメラルドを手に入れたとシャドウに伝えました。シャドウはソニックと共に、ブラックドゥームの後を追います。その後、街中を駆け巡り、カオスエメラルドを運ぶ戦艦に追いついたシャドウたち。ブラックドゥームに対し、カオスエメラルドを渡すよう要求します。ブラックアームズを裏切るのか。そう迫るブラックドゥームに対しシャドウは、逆らうつもりも従うつもりもない。僕自身の答えを見つけるために、僕の手でカオスエメラルドを集める、と宣言。そのままブラックドゥームが放ってきたモンスターと戦闘になりますが、ソニックと協力して難なく打ち倒し、3つ目のエメラルドを入手します。その後シャドウは、ソニックと別れて4つ目のエメラルドを探していました。するとシャドウの前に、ソニックの仲間のテイルスが現れます。そしてテイルスの乗った飛行機には、カオスエメラルドが。シャドウはカオスエメラルドを手に入れるべく、テイルスの後を追います。テイルスに協力したシャドウは、無事4つ目のエメラルドを手に入れました。次にシャドウは、森林地帯でエメラルドを探します。するとその最深部で、シャドウは再びブラックドゥームの使いと遭遇しました。その使いを通して、ブラックドゥームがシャドウに語りかけます。自分たちの目的は、この星の滅亡ではない。むしろその逆だと。シャドウはどういう意味だと詰め寄りましたが、ブラックドゥームはその問いには答えず、再びモンスターを放ってきます。滅亡の逆とはどういうことなのか。ブラックドゥームの目的は依然として謎のままでしたが、何はともあれシャドウは襲ってきたモンスターを打ち倒し、5つ目のエメラルドを手に入れました。そんなシャドウの前に、今度はソニックが現れます。ソニックによると、ブラックドゥームたちは宇宙に逃げていったとのこと。そしてソニックはシャドウに、一緒に宇宙に行って奴らを倒そうと声をかけます。特に断る理由もなかったシャドウは、ソニックの誘いに乗りました。ソニックたちの宇宙船に乗り込んだシャドウは、なんとそこで6つ目のカオスエメラルドを発見。こんなに無防備にカオスエメラルドを置いておくとは、なんて愚かな奴らなんだ。シャドウはそうつぶやくと、目の前にあったカオスエメラルドを奪い取ります。するとその時、宇宙船内に警報が鳴り響きました。どうやらさすがにソニックたちも、警報装置は取り付けていたようです。ですがその警報音を聞いた時、シャドウの脳裏に、過去の映像がフラッシュバックします。宇宙に浮かぶスペースコロニー、アーク。その中で鳴り響く警報音。そして、これまで何度も頭の中に浮かんできた金髪の少女、マリアが、シャドウに助けを求めてきます。おじい様が作った実験サンプルが暴れているの。シャドウ、みんなを助けてあげて。マリアの願いを、記憶の中のシャドウは迷うことなく引き受けます。そしてアークの中を駆け巡り、実験サンプルたちを倒していくシャドウ。シャドウの活躍もあり、なんとか実験サンプルたちの暴走は収まりました。しかし、それから幾日か経ったある日、悲劇が起こります。突然人間の兵隊がアークに押し入り、シャドウたちに襲いかかってきました。実験サンプルの暴走事故を重く見た政府が、アークで行われていた研究プロジェクトの中止と、その隠蔽を決定したのです。しかし、そんな事情を知る由もないシャドウは、マリアを連れてアークの中を逃げ回ります。そして、なんとか脱出ポットのある部屋までたどり着いた二人でしたが、あと一歩というところで、マリアが撃たれてしまいます。シャドウの目の前で、崩れ落ちるマリア。激しく動揺するシャドウに対し、マリアは最後の願いを伝えます。お願い、シャドウ。みんなの願いを、叶えてあげて。マリア！シャドウは、過去の出来事を思い出しました。マリアの最後の願いを叶える。シャドウは、この星に住むみんなの願いを叶えるために、ブラックドゥームたちを打ち倒す決意を固めます。そしてシャドウは、ソニックたちと共に、ブラックアームズの本拠地、ブラック彗星へと乗り込みました。その最深部で、ついにブラックドゥーム本人と対峙。我らは宇宙で最も優れた高等生物。
たかがハリネズミに何ができる。ブラックブームは、シャドウたちを完全に侮っています。しかしそんなブラックブームに対しシャドウは、貴様が誰であろうと関係ない。ただ、この星を愛したマリアの願いを叶えるだけだと言い返し、ブラックブームに戦いを挑みます。そして激しい戦いの末、見事ブラックブームを撃破。ブラックブームの持っていた最後のエメラルドを手に入れたシャドウは、自分の存在意義を再確認するのでした。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。マリアが愛したこの星を守る者。この奇跡の石、カオスエメラルドを使い、悪を裁く。そう、それが僕の答え。最後に、ラストストーリーの内容をご紹介します。今作には全部で10個のエンディングが用意されていて、その全てを解放することで、ラストストーリーが出現するぜ。ラストストーリーは、シャドウが全てのカオスエメラルドを手に入れたシーンから始まります。全てのエメラルドを手に入れたシャドウの前に、ブラックブームとソニックたちが集結。そしてブラックブームが、自らの真の目的を語ります。ブラックブームは、ソニックたちの星に住む全ての生命体を完全に支配し、ブラックアームズに生命エネルギーを供給する、家畜にするというのです。そしてシャドウが驚いている隙にカオスエメラルドを奪ったブラックブームは、そのままカオスコントロールを発動。宇宙を漂っていたブラック彗星を、地上へ呼び寄せます。ブラック彗星は、50年に一度ソニックたちの星に接近してきますが、それでも決して惑星と接することはない彗星。そのブラック彗星をカオスコントロールでワープさせるために、ブラックブームはシャドウに、カオスエメラルドを集めさせていたのです。そしてブラックブームは、この計画を立案したのは、シャドウの生みの親である、プロフェッサージェラルドだと語ります。ジェラルドは今から50年前に、自らの研究を進めるためにブラックブームに接触。ブラックアームズの細胞を提供してもらう代わりに、50年後、再びブラック彗星が星に近づいたタイミングで、7つのカオスエメラルドを全て提供すると約束した。そして、そのブラックアームズの細胞を元に生み出されたのが、他ならぬシャドウだというのです。そしてブラックアームズの細胞により不老不死の存在となったシャドウは、50年後にカオスエメラルドを集め、ブラックブームに提供するという役目を負わされたとのことでした。自分は、そんな横島な取引によって生まれたのか。ブラックブームの言葉に、愕然とするシャドウ。一方でソニックたちは、ブラックブームからカオスエメラルドを奪い返そうとしますが、なぜか突然、体が動かなくなってしまいます。どうやら地上にワープしてきたブラック彗星から特殊なガスが放出され、神経が麻痺してしまったようです。しかしそのような状況でも、ブラックアームズの細胞を持っているシャドウだけは、ガスの影響を受けずに動くことができました。シャドウはブラックブームをまっすぐ見つめ、吐き捨てるように宣言します。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。一切の過去を捨てた男。誰のためでもなく、何にとらわれるでもない。自らの意志で、目障りな貴様を消す。自らの出生の秘密を知って半ば焼けになったシャドウは、ブラックブームの後を追いかけました。ブラックブームの元にたどり着いたシャドウは、再び彼と言葉を交わします。ブラックブームはシャドウを仲間に引き入れようとしますが、シャドウは聞く耳を持ちません。ただ、目の前の目障りな存在を早く消そうと、ブラックブームに近づいていきます。そんなシャドウに見切りをつけ、ブラックブームはシャドウに手をかざします。すると次の瞬間、シャドウの体の自由が奪われ、地面に這いつくばってしまいました。シャドウはブラックアームズの細胞を持っているがゆえに、ブラックブームの支配下に入ってしまっていたのです。もはや万事休す。誰もがそう思ったその時、突然シャドウがいる部屋の前方に、プロフェッサージェラルドの映像が流れ始めました。実はこの時、政府からの依頼で軍の極秘ディスクを解析していたチームカオキクスが、偶然そのディスクを再生したのです。映像の中でジェラルドは、自らの罪を告白します。孫娘のマリアの命を救うため、どうしても不老不死の研究を完成させる必要があったこと。そしてそのために、ブラックアームズと接触してしまったこと。その映像は、シャドウたちの元だけでなく、ソニックたちや、大統領の元にも届いていました。続けてジェラルドは、シャドウに対してメッセージを残します。50年後、ブラックアームズたちは、必ずこの星に戻ってくる。この星を、我が物とするために、ブラックアームズに抵抗するには、奴らの力を利用するしかなかった。ブラックアームズに対抗すべく、彼らの細胞を組み込んで作られた存在、それがシャドウ、お前なのだと。シャドウは、人類にとっての希望の光として生まれたのです。この星の未来を、頼む。大丈夫よおじい様。あの星は私とシャドウが守るから。ね、シャドウ？自分は、人類にとっての希望の光。ついにたどり着いた、自らの真実。ジェラルド、そしてマリアの言葉に背中を押されるように、シャドウはブラックブームの支配から逃れます。そして、ジェラルドの願いを叶えるべく、ブラックブームに最後の戦いを挑むのです。なるほど。これが僕の真実。もう、何も探す必要はない。最後に、プロフェッサーの思いを果たし、今日こそ、僕は過去と決別する。カオスエメラルドの力でスーパー化したシャドウは、ブラックブームの真の姿、デビルブームと対決します。
究極生命体の力を惜しみなく発揮し、デビルブームと互角の戦いを繰り広げるシャドウ。街から解放されたソニックたちも、シャドウに声援を送ります。そして激しい戦いの末、ついにシャドウは、デビルブームを打ち倒しました。ですが、これで終わりではありません。シャドウは地上にワープしてしまったブラック彗星の元へ飛び、再びブラック彗星を宇宙に飛ばします。そしてそのタイミングで、アークに備え付けられていたエクリプスキャノンが起動。ブラック彗星を粉々に打ち砕きました。すべての戦いが終わった後、シャドウはすべての始まりとなった場所、アークにやってきます。ジェラルドとマリアが愛し、そして自分が守った星を眺めるシャドウ。そしてシャドウは、手に持っていた写真をその場に捨てます。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。それは、これまでずっと過去に囚われてきた一人の男が、50年ぶりに未来へと歩き出した瞬間でした。自分の記憶、そして過去の出来事すべてにケリをつけ、ようやくシャドウは、自分の人生を歩めるようになったのです。以上が、今作のストーリーになります。シャドウ、お前は強い男だよ。今回はマルチエンディングの中の2つ、ヒーローエンドとダークエンドをご紹介しましたが、その他の8つのエンディングも非常に見応えがあります。そしてそれら全てを見た後に訪れる、真のエンディング。これまでに色々なエンディングを見てきたがゆえに、このラストストーリーの展開は非常に手に汗握る、熱い展開でしたね。ここからは、私が考える今作の魅力について話していきたいんですが、その魅力とはまさに、このマルチエンディングと真のエンディングの位置づけです。まず、このマルチエンディングが採用されたゲームの主役が、シャドウであるということが非常に面白い。今作のシャドウは、過去の記憶を失っていて、非常に不安定な状態です。また、過去にシャドウの目の前で、マリアが殺されたこと。これはブラックブームの嘘などではなく、紛れもない事実です。そのためシャドウは、人類に対する恨みの感情を、間違いなく抱いているんですね。実際デビュー作のソニックアドベンチャー2でも、最初の頃は人類への復讐を目的に動いていました。そんなシャドウがなぜ人類を救ったのかというと、マリアの願いを思い出したから、ですよね。つまり、シャドウが人類の味方になる可能性があるのは、マリアの願いを思い出した場合だけなんです。そう考えると、最初に紹介したシャドウが完全に闇落ちしてしまうエンドも、可能性としては十分あり得た展開だと思いませんか？人類に対する恨みの感情だけ思い出し、マリアの願いは忘れたまま。こうなってしまうと、シャドウは間違いなく、人類の大きな敵となってしまうわけです。また、今作の一つ前の作品であるソニックヒーローズというゲームで、記憶をなくしたシャドウは自分そっくりなロボット、シャドウアンドロイドの存在を知ってしまいます。そして今作の10個のエンディングの中には、人類に対する恨みもマリアの願いも、何もかも思い出せなかったシャドウが、自分もシャドウアンドロイドの一体に過ぎない、という結論に達してしまうエンドがあるんです。この展開も、ソニックヒーローズの話を知っていたら、可能性として十分あり得る流れだと思います。このように、今作ではシャドウを主人公に据えることによって、10個のエンディング全てが、非常にリアリティを帯びてくるんです。どの展開も全然あり得た内容だよな。さらに、このことを踏まえた上でもう一つ注目してほしいのは、これら10個のエンディングの中には、全員が救われるエンドがない、ということです。シャドウが闇落ちしたり、自分がアンドロイドだと思い込んでしまうエンドはもちろんですが、さっき紹介したヒーローエンドも、一見ハッピーエンドのように見えて、実はシャドウが過去に囚われたままです。ソニックたちや人類は救われるかもしれませんが、マリアの願いを叶えることに囚われてしまったシャドウは、果たして救われたと言えるか、非常に悩ましいところですね。そんな中で、今作の真のエンディングは、人類が救われた上でシャドウ自身も過去と決別するという、登場人物みんなが救われたと言ってしまっていいんじゃないかという展開になるんです。この展開、めちゃくちゃ奇跡だと思いませんか？例えばマルチエンディングがなくて、最初からこの真のエンディング一本だったとしたら、確かにいい話だったという印象は残るかもしれませんが、そこまでだったと思います。この真のエンディングの前に10個のマルチエンディングが設置され、しかもそのどれもが、可能性として十分あり得た話。かつ、絶対に誰かしら救われない人が出てくることによって、この真のエンディングの印象が、ただのいい話から、とてつもない奇跡が起きた話へと変貌するんです。本当に、針に糸を通すような出来事が重なった奇跡の展開。そんな印象を抱かせてくれるんですね。この、10個のマルチエンディングがあることで、真のエンディングがより一層輝くという構成。この構成が、今作最大の魅力だと思っています。マルチエンディングのゲームではどのエンディングも平等に扱われることが多いけど、今作の場合は真のエンディングが静止で、その他は F ストーリーだとはっきり分けられてるぜ。最初は珍しい構成だと思ったけど、あえてこうすることで真のエンディングの価値が際立つようになってるんだな。こうなったのは当たり前じゃなくて、とてつもない奇跡が起きた結果なんだ。そんな印象をプレイヤーに抱かせる、素晴らしい構成だと思いますね。今からだとちょっと遊びづらいゲームではありますが、PS2 や3、ゲームキューブ、Xbox を持っている方は、ぜひ一度遊んでみてほしいです。今回紹介しきれなかった残り8個のエンディングも、ぜひみんなの手で解放してみてほしいぜ。以上、シャドウが主人公のスピンオフ作品、シャドウ・ザ・ヘッジホッグの解説でした。シャドウのことがもっと知りたいという人は、以前投稿したシャドウ解説の動画もぜひ見てみてほしいぜ。
また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。